皆さんこんにちは。今日は地元スポーツチームが優勝した時やさまざまなパレードに使われるサンフランシスコ市内を斜めに走るマーケットストリートを青丸から赤丸まで歩いてみたいと思います。ところで皆さんは白黒映画時代の喜劇役者のチャーリー・チャップリンをご存知でしょうか。彼がサンフランシスコにやってきた時は彼が大人気だった頃で、ちょうどこのマーケットストリートの劇場でチャップリンのそっくりさんコンテストがあっていました。それを聞いたチャップリンは自分のそっくりさんコンテストにこっそり参加しましたが、驚くことに予選で落とされてしまうというハプニングに遭い、本人ががっかりしたという話があります。ケーブルカー乗り場の横にエスカレーターがありますが、その横にケーブルカーを発明したアンドリュー・ハリリーの記念碑があります。この記念碑にはケーブルカーの最も重要な部品、地面の下を動くケーブルをつかむためのグリップを見ることができます。このグリップを操作する人はグリップマンと呼ばれています。さて、ケーブルカー乗り場の左側の白いビルはもともとは日本の大正時代に AP ジアニーニが作ったバンクオブイタリーイタリア銀行のビルです。 AP ジアニーニは当時の銀行が庶民など相手にしてくれなかった時代に庶民のための銀行を作ろうとこの銀行を作りました。この銀行は現在バンクオブアメリカという大銀行になっています。そしてこの銀行が作ったクレジットカードが現在ビザカードとして世界中の人々に使われています。ところでゴールデンゲートブリッジの美しさは国や州の補助金がゼロだったのに、サンフランシスコと対岸の人々がお金を出し合って作ったからより美しい橋だと私は思います。この建設の際に何億というお金を出してくれた人が AP ジアニーニだったんです。彼なしではゴールデンゲートブリッジはできなかっただろうと言われています。そのビルのケーブルカー乗り場の反対側に立っている深緑色の建物がフラッドビルディングになります。このフラッドビルディングはノブヒルの頂上に茶色いフラッドマンションという豪邸がありますが、それを建てたジェームズ・フラッドの息子が建てたビルで、1906年の大地震にも生き残った貴重なビルです。このビルをデザインしたのがアルバート・パイシスというパリの美術学校の出身の建築家でしたので、ヨーロッパ風の建物になっています。彼は市内にいくつもの建物のデザインをしていますが、個人的に一番好きな彼の建物はジョーンズストリートとマッカリスターストリートの角、ハイバーニアバンクのビルになります。まるでパリにいるような感じになりませんか？このフラッドビルとマーケットストリートを挟んだ白い建物がエンポリアムのビルで、美しいドームで知られています。1906年の地震の時はマーケットストリート側の壁を残して後ろはすべて崩れてしまいました。長年サンフランシスコに住んでいる人でも気づかないんですけれども、フラッドビルとエンポリアムの外見はデザインがそっくりなんです。それもそのはず、どちらもアルバート・パイシスのデザインなんです。それではフラッドビルの横を歩いてみましょう。ハードボイルド小説でマルタの鷹を書いたダシール・ハメッドは実際にこのビルの3階にあったピンカートン探偵事務所で働いていました。まもなくフラッドビルの入り口が見えてきますので、少し見てみましょう。その入り口の斜め前に立っているのがアルバート・サミュエルズ・クロックと呼ばれる時計塔です。この近くにあった時計屋さんが
1915年にパナマ太平洋博覧会で世界中の人がサンフランシスコに来るので、美しい時計塔を作ろうということで作られたもので、アメリカで最も美しい時計塔の一つと呼ばれています。1915年の博覧会はパナマ運河の開通を祝う目的で開催されたのですが、サンフランシスコの人々にとってはパナマ運河なんかどうでもよく、1906年の大地震で壊滅状態だった町がいかに素晴らしく復活したかを世界中に見せるためのものでした。さて、このマーケットストリートですが、アイルランドから来た移民の測量士ジャスパー・オファレルによって1847年に計画されました。当時人口が500人しかいなかった町に、アメリカで最も幅の広い30メートルのマーケットストリートを作ろうとしたオファレルは、地元の人たちの反感を買い殺されそうになります。その話を聞いたオファレルはサンフランシスコの町から急いで逃げて、しばらくは帰ってこれませんでした。それでもオファレルは、サンフランシスコはいつか素晴らしい町になるのだから、これぐらいの通りが必要なんだと周りを説得します。そして翌年、オファレルの予言が的中してしまいます。カリフォルニアの山奥で金が発見されたのです。ゴールドラッシュが始まり、サンフランシスコは2年間で人口が20倍に膨れ上がるという世界でも稀な急成長を成し遂げるのです。当時は金が発見されたニュースが伝わるのに数ヶ月、東海岸から西海岸に来るのに半年ぐらいかかりましたので、ほとんどの人々は1849年翌年に到着しました。これらの人々を49年組ということで 49ers と呼び、地元のフットボールチームの名前にもなっています。まもなくマーケットストリートとサンフランシスコで最も古い通りの一つ、グラントアベニュー、さらにマーケットストリートを作った人の名前がついたオファレルストリートの角に到着いたします。日本が明治大正時代の頃、アメリカではお金を管理する場所、お客様の貴重品を預かる場所は神殿のようにがっしりとしたイメージの場所でならなければいけないというバンキングテンプルという風習がありました。それを代表するかのような建物がユニオントラストバンクのビルです。ギリシャの神殿のようなどっしりとした中央が膨らんだエンタシスの柱を持っています。現在はウェールズファーゴバンクが入っています。そして向かいのビルも銀行のために建てられたもので、セービングユニオンバンクのビルになります。実はローマにあるパンテオンのパクリで、柱の数は違いますがデザインはそっくりになっています。そしてその横のクリーム色の三角形のビルがフィーランビルディングになります。1906年の地震で壊れた建物を新しくして1908年に完成したビルになります。その上品な色とデザインはまるで切り取られたケーキのようだと言われています。市長や上院議員をやっていたジェームス・フィーランによって建てられました。外観は石でできたように見えますが、鉄筋にテラコッタという焼き物を貼ったものです。マーケットストリートの両側にはこのような街灯が327個建てられています。1908年から1916年にかけて設置され、夜見るとまるで金の線が一直線に走っているように見えることからパス・オブ・ゴールド、金の道と呼ばれています。下の方には西部を勝ち取ってWinning the West というタイトルの浮き彫りが施してあって、滅馬車やマウンテンライオン、それからネイティブアメリカンなどを見ることができます。あまりにも背が高い街灯を作ってしまったため、電球を変えるときに特別な装置が必要になり、今世界中で使われているこのようなチェリーピッカーと呼ばれる機械は、この街灯が元で発明されることになりました。
ということで、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークをクリックとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。